のはメランジミックス。ケイト雑貨ストアーズさんで購入しました。カラーナンバーが20番ですね。材質はアクリル55、ナイロン40、毛が 5% になっていますね。でこの糸はセリアさんのふんわりメランジっていう毛糸と同じ原種を使っているということなので、ふんわりメランジを使ってもらってもいいかなと思います。かぎ針は8号を使って緩めを意識して編んでいこうと思います。それでは作り目をして鎖編みを80目編んでいきます。80目編んだところです。だいたい50センチぐらいかなと思います。で、首の部分なんですけれど、ちょっと小さいんじゃないかと思われるかもしれないんですが、これめちゃくちゃ伸縮性があって伸びるので、置いた感じで50センチぐらいで大丈夫だと思います。では鎖がねじれないように気をつけて輪にしていきます。では1段目ですね。すべて長編みで編んでいきます。最初の目は鎖編み3目で立ち上がります。次の目から長編みをしていきます。この時に裏山を拾ってもいいですし、鎖を割って長編みを編んでもどちらでも大丈夫です。では1周長編みで編んでいきます。立ち上がりの鎖を含めて80目編んだところです。では最初の立ち上がり、鎖3目のところに引き抜きます。次の段は長編み裏引き上げ編みで編んでいきます。最初の立ち上がりのところだけ、まず鎖1目で立ち上がって細編み裏引き上げ編みをします。この後に鎖を1、2と編んで、これで長編み裏引き上げ編みの代わりになります。次の目からは普通に長編み裏引き上げ編みをしていきます。こちら側にラインが出てきますね。ではこれで1周編んでいきます。1周編んできました。では最初の立ち上がりの鎖に引き抜きます。次の段です。次の段はすべて細編み裏引き上げ編みをしていきます。まずは鎖1目で立ち上がって細編み裏引き上げ編みですね。すべて細編み裏引き上げ編みで編んでいきます。1周編んできたので最初の目に引き抜きます。これでラインが二重になった形になりますね。次から模様編みをしていきます。模様編みの1段目ですね。長編みのシェルの形で編んでいきます。長編み2目、鎖2目、長編み2目、同じところに編み入れるという形ですね。最初だけ立ち上がりは鎖3目です。最後は引き抜いて終わっています。では鎖編み3目で立ち上がります。同じところに長編みですね。鎖2目、同じところに長編みを2目編み入れます。次は1、2、3目飛ばして4つ目です。4つ目に長編みを2目、鎖2目、同じところに長編みを2目です。
1、2、3目飛ばして4つ目です。長編み2目、鎖2目、同じところに長編みを2目編み入れます。ではこの形で1周編んでいきます。1周編んできたところです。シェル編みを20個編みました。残りが3目ですね。では最初の立ち上がり、鎖のところに引き抜きます。模様編みの次の段ですね。下の段のシェルの長編みのところ、ここは長々編み表引き上げ編みをしています。鎖2目のところは長編み2目、鎖2目、長編み2目、同じシェルの形ですね。編み入れています。下の長編みのところには長々編み表引き上げ編みを編みます。次のシェルには長編み5目のパプコーンを1つ編んでいます。ではこの形で編んでいきますね。では立ち上がりのところをやってみます。鎖1目で立ち上がって細編み表引き上げ編み、この後に鎖編みを3目編みます。これで長々編み表引き上げ編みの代わりになります。次は針に2回糸を巻いて表引き上げ編みですね。長々編み表引き上げ編みです。次は鎖2目のところ、側にすくって長編みを2目、鎖2目、長編みを2目です。下の段の長編みには長々編み表引き上げ編みです。もう一つ長々編み表引き上げ編み、このような形になります。次ですね、鎖1目、このシェルには長編み5目のパプコーンを編みます。まずは長編みを5目編みますね。最初の長編みの頭のところに針を刺してこの糸を引き出します。鎖1、これでパプコーンになります。もう一つ鎖を編んで、次のシェルのところは長々編み表引き上げ編み、もう一つ長々編み表引き上げ編み、鎖2目に長編みを2目、鎖2目、長編みを2目、下の段の長編みには長々編み表引き上げ編み、もう一つ長々編み表引き上げ編みです。では次は長編み5目のパプコーンですね。まず鎖1ですね。長編みを5目編み入れて、最初の長編みの頭のところ、ここから糸を引き出して鎖1、これでパプコーンです。もう一つ鎖を編みます。ここはこの形をまた編んでいきますね。ではこのやり方を繰り返して1周編んでしまいます。1周編んできました。では最初の立ち上がりのところですね。ここに引き抜きます。
次の段はオレンジで書いた部分になります。鎖編み2目のところね、ここは長編み5目のパプコーンを3回編んでいます。間に鎖を入れていますね。そしてこの部分は長々編み表引き上げ編み2目一度をしています。パプコーンを挟んで反対側にも長々編み表引き上げ編みを2目一度していきます。ではまず立ち上がりのところですね。鎖1目で立ち上がって細編み表引き上げ編みをして鎖編み1、2と編みます。次は長々編み表引き上げ編みをしてこれを2目一度という形にします。次は鎖編み2目編みます。この間の鎖のところに長編み5目のパプコーンを編みます。長編みを5目編んで最初の長編みの頭から糸を引き出して鎖1、次は鎖編み1、2と編みます。長編み5目のパプコーンを編みます。鎖1、2ですね。もう一つ同じところに長編み5目のパプコーンを編みます。鎖1、2と編みます。ここにパプコーンが3個入りました。次はこの部分ですね。長々編み表引き上げ編みを2目一度します。まずは未完成の状態で1つ、もう一度長々編み表引き上げ編み、この状態で2目一度ですね。こちら側にも同じように長々編み表引き上げ編みを2目一度します。次は鎖1、2と編んでここにパプコーンを3個編み入れますね。パプコーン鎖2目、パプコーン鎖2目、パプコーン鎖2目編んだところです。次は長々編み表引き上げ編み2目一度です。こちら側にも長々編み表引き上げ編み2目一度です。ではこれを繰り返し編み進めていきます。1周編んできました。では最初のこの2目一度したところですね。ここに引き抜きます。次の段は青で描いたところになります。パプコーンとパプコーンの間の鎖、ここは長編みを6目編みます。隣の間の鎖も長編みを6目ですね。鎖3目編んだら、下の段の長々編み表引き上げ編み2目一度2回やったところです。これを、細編み表引き上げ編みしています。そして鎖3目、長編み6目、長編み6目、鎖3目という形で編んでいきます。では立ち上がりからやってみます。まず鎖1目で立ち上がって下の段の表引き上げ編み2目一度したところですね。これを一緒に細編み表引き上げ編みします。
次は鎖編み3目です。パプコーンとパプコーンの間の鎖、ここを側にすくって長編みを6目。隣の鎖を側にすくって長編みを6目。鎖編み3目です。下の段の長々編み表引き上げ編み2目一度2つありますね。これを細編み表引き上げ編みします。鎖編み3目。パプコンとパプコンの間の鎖、側にすくって長編み6目。隣の鎖、側にすくって長編み6目。次は鎖編み3目。下の段の2目一度それぞれしたところに細編み表引き上げ編み。ではこれを繰り返し1周編んでいきます。1周編んできました。では最初の細編み表引き上げ編みの目に引き抜きます。次はピンクで描いたところになります。この段はすべて長編み裏引き上げ編みで編んでいきます。それではこの最初の長編みのところまで鎖3目ありますね。引き抜き編みで移動していきます。では最初の長編み、ここに細編み裏引き上げ編みをします。続けて鎖2目編みます。これで長編み裏引き上げ編みの代わりになります。次からは長編み裏引き上げ編みを1目に対して1目ずつ編んでいきます。12目編んだところですね。この部分は飛ばして次の長編みに裏引き上げ編みをしていきます。ではこれで1周編んでいきます。目数は全部で120目になります。1周編んできました。では最初の立ち上がりに引き抜きます。模様の最後です。緑で描いたところになりますね。細編み裏引き上げ編みをすべての目にしていきます。編み始めです。鎖1目で立ち上がって細編み裏引き上げ編みをします。細編み裏引き上げ編み。ではこれを1周、全部で120目ですね。編んでいきます。
1周編んできましたので、最初の目に引き抜きます。これで模様が一通り編めました。だいたい首のところからそうですね、10センチぐらい編めたところです。ではここから長編みの交差編みで編んでいきます。まず鎖編み3目ですね。そして1目戻って長編みをします。ここがクロスになりましたね。次は1目飛ばして次の目に長編みです。そして1目戻って先ほど飛ばした目に長編みを編みます。1目飛ばして次の目に長編みです。先ほど飛ばした目に戻って長編みです。1目飛ばして次の目に長編み。先ほど飛ばした目に戻って長編み。これで交差編みになっています。では1周編んでいきます。1周編んできました。では最初の立ち上がりの鎖に引き抜きます。次の段です。次の段も長編みの交差編みをしていきます。まず鎖編み3目で立ち上がって1目後ろですね。ここに長編みをします。1目飛ばして次の目に長編み。1目戻って長編みです。1目飛ばして次の目に長編み。1目戻って長編み。1目飛ばして次の目に長編み。1目戻って長編み。この要領で編み進めます。交差編みの2段目も編みました。では同じ編み方でもう1段編んでいきます。交差編みを3段編みました。次の段です。次の段は長編み裏引き上げ編み。1目に対して1目ずつですね。全部で120目になりますが編んでいきます。まず鎖1目で立ち上がって裏引き上げ編み、細編み裏引き上げ編みをして鎖1、2で立ち上がります。次の目は長編み裏引き上げ編み。次も長編み裏引き上げ編み。ではすべての目に長編み裏引き上げ編み編んでいきます。長編み裏引き上げ編みを1段編んできました。ではこの次は細編み裏引き上げ編みで1段編んでいきます。細編み裏引き上げ編みをしていきます。細編み裏引き上げ編みで1周編んできました。ここからはこの模様編みをもう一度編んでいきます。編み方は先に説明しておりますので、そちらで確認しながら編んでみてください。ここと同じ模様ですね。もう一模様編んできました。この後はここと同じように、長編みの交差編みを3段編んで、長編み裏引き上げ編み1段、細編み裏引き上げ編み1段編んでいきます。目数は180目になっています。増減なしで同じ目数のまま編んでいきます。この部分と同じ編み方をこちらでもう一度行いました。目数は180目です。
首の位置からはだいたいそうですね、26センチぐらい編んだところです。次の段からはすべて長編みで編んでいきます。1段で6目ずつ増やして3段編みたいと思います。今目数が180目ありますので、30目ごとにマーカーを入れました。この位置で目を増やして長編みで編んでいきます。では編み始めです。鎖編み3目で立ち上がって同じところに長編みをします。ここで目を1つ増やしました。次からはマーカーの手前まで1目に対して1目長編みを編みます。マーカーの位置では長編みを2目編み入れるという形で1段編んでいきます。180目から6目増やして186目長編みを編んだところです。次の段もまた6目増やします。目を増やす位置にマーカーを入れてやります。今度は31目ごとにマーカーを入れてやります。先ほど目を増やしたところから少しずらした位置にマーカーを入れてやります。では長編みで編んでいきます。1段で6目増やして192目長編みを編みました。ではもう1段編みますね。また6箇所マーカーをつけてやります。今度は32目ごとにマーカーをつけてマーカーの位置で目を増やして編んでいきます。長編み3段目、目数は198目ですね。編んだところになります。では一旦ここで糸をカットしておきます。次は袖と身ごろを分けていきます。まず編み始めのところですね。これを背中側に置きます。では袖と身ごろの分け方、図に書いてみました。今全体で198目ありますね。で、ピンクの目にマーカーを入れていきます。半分に折った端のところから数えて21目飛ばして22番目の目にマーカーを入れます。次は55目飛ばして56番目の目にマーカーを入れます。次はぐるっと42目飛ばして43番目の目にマーカーを入れます。55目飛ばして56番目の目にマーカーを入れます。そしてここまた21目飛ばすと真ん中の位置に行きますが、ここはここまでで42目になっているはずです。マーカーをつけたら次はこのマーカーからマーカーへ鎖編みを8目編みつけます。こちらも同じように鎖編みを8目つけますね。ではこのマーカーからこのマーカーまで鎖編みを8目編んでいこうと思います。まずはマーカーの位置に糸をつけます。ここから鎖編み8目です。鎖編み8目編んだらこちらのマーカーのところですね。ここに引き抜き編みをします。これは糸を切って糸始末しておきます。左右同じように鎖編み8目つけました。では身ごろから編んでいきますね。身ごろの目数です。こことここは55目ありますね。
鎖編みのところがそれぞれ8目あります。マーカーを入れたところ、これは鎖編みを編みつけたところですね。の目にもそれぞれ1目ずつ編みますので、合計で130目長編みを編む形になります。はい。では編み頃の部分ですね。長編みで編み進めていきます。では、ここ鎖を渡したところから編み始めようと思います。まずは編みつけたところですね。長編みの頭になります。ここに糸をつけますね。で、鎖編み3目で立ち上がります。渡した鎖編み8目、ここにはそれぞれ長編みを編んで、8目ですね。長編みが8目になるように編みます。長編み8目編めましたので、今度は、ここ編みつけた長編みですね。ここに長編みです。では続けて1周長編みを編んでいきます。1段編んでこんな感じです。では必要な段数編み進めます。身ごろの長編み15段編んだところで一旦着てみました。着丈を確認して、お好みの長さまで編んでいただければいいかなと思います。私は15段でこの後リブ編みをしていきたいと思います。それでは裾のリブ編みをしていきます。長編みの表引き上げ編みと裏引き上げ編みを交互に編む形にします。立ち上がりですね。鎖1目で立ち上がって細編み表引き上げ編みをして鎖1、2と編みます。これが長編み表引き上げ編みの代わりですね。次は長編み裏引き上げ編みをします。長編み表引き上げ編み、長編み裏引き上げ編みです。表引き上げ編み、裏引き上げ編み。では1周編んでいきます。1段編んできたところです。では残り4段同じように編んでいきます。長編みの表引き上げ編みと裏引き上げ編み交互に編んで5段編んだところです。こんな風にリブ編み風になっていますね。ではここは糸を切って糸始末しておきます。首のところも長編みの表引き上げ編みと裏引き上げ編みを交互に編んで2段編んでリブ編みにしていきたいと思います。では後ろ側からやっていきます。まず糸をつけますね。鎖1目で立ち上がって細編み表引き上げ編みをして鎖編み1、2と編みます。これで長編み表引き上げ編みの代わり。次は長編み裏引き上げ編み、表引き上げ編み、裏引き上げ編み。はい。では交互に編んでいきます。2段編みます。ネックのところも2段リブ編みをしました。ではこれは糸を切って糸始末しておきます。今度は袖の部分を編んでいきますね。この部分が42目あります。そして鎖編みが8目あります。それぞれ鎖編みを編みつけた目にも編んで合計で52目長編みを編んでいく形になります。では袖の部分をやっていきます。袖を長編みで31段編んだところです。着てみたところちょうど手首ぐらいの位置に来ています。袖の長さは皆様のお好みのところまで編んでくださいね。ではここで袖口目を減らして絞っていきます。そしてリブ編みをしていきます。では袖口目を減らしていきます。まず鎖編み2目で立ち上がって次は長編み未完成の長編みですね。これで2目一度になります。
長編み2目一度を繰り返して1周編んでいきます。最後まできました。では最初の目に引き抜きますね。目数が52目から26目に減ります。ではここからリブ編みをしていきます。まず鎖1目で立ち上がって細編み表引き上げ編みをして鎖1、2ですね。次は長編み裏引き上げ編みをします。次は長編み表引き上げ編み、次は長編み裏引き上げ編み。ではこの後全部で7段リブ編みを編んでいきます。袖のところリブ編み全部で7段編みました。これもお好みの長さまで編んでいただければいいかと思います。編み終わったら糸始末をします。では反対側の袖も同じようにして編みます。これで両袖編めました。完成となります。こちらのサイズですね。身幅が平置きで46センチぐらいですね。それから丈、ネックのところから測っています。約50センチになっています。これ私のサイズに合わせてます。私背が低いので丈短めにしてあります。このサイズで作る場合には毛糸は10玉で作れます。もし丈をもっと長くしたいわという場合には毛糸10玉では足りませんので必要に応じて追加してください。